皆さんこんにちは。ハンガリー医学部生の大輝です。今回の動画はハンガリー医学部受験をする方必見の動画となっています。英語で医学が勉強できたり、授業料全額免除のハンガリー政府奨学金があったりと、近年噂のハンガリー医学部ですが、ハンガリー医学部受験では1年間または半年、正式に1年生になる前に準備をしてから入学する予備コース受験と、そのまま直接1年生として入学する本コース受験の2つの受験方法に分けられます。今回の動画を見れば、どちらの受験方法が自分に向いているかがわかるので、最後まで見逃さないでください。このチャンネルでは、このようにハンガリー医学部に関する有益な情報を発信しているので、ぜひチャンネル登録をしてこれからの動画もお待ちください。まずそれぞれのコースの内容について少し詳しく話すと、予備コースというのは正式に医学部1年生として入学する前に生物、化学、物理等の基礎レベルの理系科目を英語で学習して準備するコースになります。予備コースにはショートとロングという形で半年間または1年間かけて準備するコースに分けられるんですけど、基本的にやる内容は同じと言っていいと思います。ですがやはりショートの方が1年間でやる内容を半年に詰め込むので、より厳しい内容となっているみたいです。この予備コースに対して本コースというのはこの予備コースを経ずにそのまま医学部1年生に直接入学する形となっています。日本人の大半の学生は予備コースを通して、ハンガリー医学部に入学しますが、中には自分も含めて本コースから、直接入学したいと考える学生もいると思います。まず予備コース受験と本コース受験の異なる点について話していきたいと思うんですけど、簡単に言うと本コース受験をする人は試験を2回受ける必要があります。1回目の一次試験は予備コース受験の試験と全く同じ形になっていて、英語に加え生物、化学、物理の中から2科目を選んで日本語または英語で試験を受けることができます。そしてこの筆記試験では6割が合格ラインとなっているので、これを超えた生徒はその次の面接に進むことができます。そちらでは日本語で志望理由等の、一般的な面接でする内容に加えて、英語でネイティブの試験官と日常会話のような形で会話をして英語力もそれで測られます。本コース試験をする生徒はこの一次試験を突破した後、4月に二次試験を受けます。この二次試験は大学によってそれぞれ内容は若干異なるんですけど、基本的には生物、物理の2科目を英語で受験し、その後なんとハンガリー医学部で実際に教えている教授と口頭試問をする必要があります。つまり、試験の難易度はかなり、変わります。簡単に言うと本コース試験の二次試験では、予備コースで本来勉強する内容が聞かれると言っていいと思います。これはなぜかというと、予備コース受験をしてハンガリー医学部に入った生徒も予備コースに入ればそのまま1年生になれるかっていうわけではなくて、予備コース中に一定以上の成績が取れていればそのまま試験なしで入学できるっていうケースもあるんですけど、それに満たなかった生徒は本コース試験の二次試験と全く同じ、いわゆる入学試験を受ける必要があるからです。はい、ということでなんとなく試験の概要が分かったところで、どんな方がじゃあこの本コース試験に向いているのかっていうのを話していきたいと思います。自分が実際に試験を受けた感覚と他の同じタイミングで試験を受けていた人たちのちょっと経歴とかをもとに、今回話していくんですけど、今から話す4点のうち1つでも、当てはまる方は本コース受験を視野に入れるべきです。まずは海外経験がある、または英語で高校時代から理系科目の授業を受けた経験がある方になります。あくまで予備コースでやる内容は基本的に高校レベルの生物、化学、物理になります。予備コースもいくつか種類があるので、それぞれの予備コースによって若干違いはあるかもしれないんですけど、一応正式な医学部は1年生から始まるので、一般的な高校でやる生物、物理、化学から範囲が大きく逸脱することはないと思います。つまり逆に言えば高校時代からそういった教科を英語で勉強していたり、そうではなくても帰国子女等で英語に全く問題がないといった生徒は予備コースを受けずとも本コース受験でしっかりと合格できる可能性が十分にあると思います。はい、次にすでに大学を卒業している、または現在大学生で医学部再受験を検討している方も本コース受験を視野に入れるべきです。自分もそうだったんですけど、すでに大学で理系科目等を履修している生徒にとっては知識面では予備コースでやる内容っていうのをすでに大学でカバーしているっていう可能性が大いにあると思います。なので英語力で多少の自信があれば本コース試験でしっかりと合格できる可能性もあると思います。そして3つ目の本コース受験を目指すべき基準は、社会人としてすでに医療関係で働いた経験がある方になります。実際に自分の周りにももともと看護師等の医療職で働いていたけど医学部再受験を目指してハンガリー医学部に直接入学してきた生徒もいます。そういった方たちはすでに大学でそういった内容を学んでいる方と同様、知識面でのアドバンテージはかなりあると思うので、本コース受験も視野に入れていいと思います。はい、そして最後に本コース受験を視野に入れるべき人は、やる気があってとりあえずチャレンジしてみようという方です。実は本コース受験をする際には本コース単眼または予備コースとの併願を選択できるので、あまり自信がない方でも予備コースとの併願を選択すれば多少余分に受験料はかかってしまうんですけど、本コース受験も同時にアプライすることができるので、やる気がある方はチャレンジしてみる価値は大きいと思います。英語力にそれこそ自信があって、もしかしたらいけるかもっていうような思う方は予備コースとの併願で本コース受験もチャレンジしてみるのをお勧めします。はい、ここまで
までどんな方が本講師受験を目指すべきかについて話してきたんですけど、もちろん予備コースを受けるメリットも非常に大きいと思います。特に海外生活の経験がない方にとっては、初めての海外生活っていうのはすごく大変なんですよね。これは自分もアメリカに留学した時に経験しているので非常にわかるんですけど、やはり最初の数ヶ月は特に言語面で苦労しました。支えてくれる家族も仲良くしてきた友達も周りにいない中で、全て理系の授業を英語で受けるっていうのは本当に大変なことです。なので予備コースで高校で習った内容をしっかりと英語に直して勉強することで、精神面でも言語面でも準備した段階で1年生を始められるっていうのは非常に大きなメリットだと考えています。結果的にそれのおかげで、留年せずにストレートで卒業できれば、焦って本校受験をして入学して後から入年するよりは良かったりもすると思います。はい、ということで今回の動画がハンガリー医学部受験を考えている方にとって参考になれば幸いです。次の動画ではなんと実際のハンガリー医学部の本校受験の内容を公開しちゃいたいと思うので、この動画を見てまだ実際に自分が本校受験に適しているのかわからないといった方も実際の問題を見れば難しさがわかると思うので、絶対に役立つこと間違いなしです。それでは I'll see you in the next video. Bye.